皆様、ただいまより沖縄科学技術大学院大学主催、OIST主催、恩納村公園の沖縄慰霊の日講演会、恩納村から世界へ、今、私たちが未来に語り継ぎたいメッセージを開催いたします。本日はご参加くださり、誠にありがとうございます。私は本日司会を務めます、OIST広報ディビジョンの上原と申します。この講演会は、慰霊の日を迎えるにあたり、OISTの位置する沖縄の歴史について学びを深めるため、また、戦争を体験された方からのメッセージを私たちから次の世代へ語り継ぐため、そしてご参加の皆様とこれから私たちには何ができるのかを一緒に考える場としたく企画されました。昨年、第1回を学内向けに実施し、今回は第2回を迎えるにあたり、学外の皆様にも広くお声掛けさせていただきました。本回は2部構成となっており、第1部では、恩納村博物館歴史編纂係の瀬戸隆弘様より、沖縄・恩納村の戦争についてお話しいただき、恩納村出身で9歳の時に沖縄戦を体験された山内照信様にもお話を伺います。第2部では、OIST職員であり、沖縄で生まれ育った松田美里さん、知花千秋さんから、家族や親戚の方の沖縄戦体験のお話、そしてその体験談を身近で聞いて、お二人がどのように感じたのかについてもお伺いできればと思っております。また、最後にアーティストの方々による演奏もございます。ぜひ最後までお楽しみください。それでははじめに、瀬戸さんから沖縄戦についてご講演をいただきます。瀬戸さんは兵庫県神戸市の出身で、1992年に沖縄に移住されました。現在は恩納村博物館に勤務されており、昨年度発刊された恩納村史の戦争編も担当されました。ツアーガイドやフィールドワークなどの活動も積極的にしていらっしゃいます。それでは瀬戸さん、どうぞよろしくお願いいたします。はい、皆さんどうもこんにちは。今日は雨でお足元の悪い中、ようこそお越しいただきました。今ご紹介いただきました、瀬戸隆弘です。今ご紹介いただきました通り、恩納村史編纂係といいまして、恩納村の沖縄戦について、調査をし、体験者の方からお話を伺い、資料調査をして、2年前にこういった恩納村史という本を発刊いたしました。村史のメンバーで発刊しました。こちらのOISTの方にも寄贈させていただきました。今回お話を、いただいて、去年もお話をさせていただいたんですが、この村史をまとめるにあたって、沖縄戦、恩納村の戦争について、ごく短い時間ではあるんですけれども、お話をいたします。よろしくお願いいたします。はい、これはもう前段の部分です。もうご存知の方も多いと思いますけれども、日本が戦争を始めてですね、この沖縄戦に至る過程、ここは大変割愛させていただきますけれども、太平洋戦争が始まってですね、この赤い線、これだけ広域にこの占領の区域を広げていきました。しかしながら国力、軍事力も圧倒的に差がある、このアメリカ軍、連合軍との差によって、こういった形でどんどん縮まっていくわけですね。で、この絶対国防圏というこの黒い線のところ、ここが、日本が守らないといけないという形で設定をするわけですが、ここも破られます。そして次は沖縄に上陸してくるだろうということで、沖縄がこの地上戦の現場になっていくわけです。そして沖縄に第32軍という、いわゆる沖縄守備軍といわれる軍隊が置かれることになりました。そして沖縄でどんな戦争をしようとしていたのかということで、この32軍の司令部の写真ですけれども、この沖縄全体に15カ所の飛行場を設定し、
沖縄だけではないです。32軍の守備範囲である奄美、徳之島、そういったところも含めて15カ所の飛行場を作って、そしてそこから飛行機を飛ばしてですね、アメリカ軍を迎え撃つ、こういった作戦を考えていくわけです。そういった中で、軍が作ったとは言いましたけれども、この沖縄の住民を動員して、この飛行場だけではなく、戦争のために使う陣地、戦う場所ですね、そういったものも沖縄各地に建設していきました。しかし、第32軍が配備されて約7ヶ月後にですね、沖縄大きな空襲に見舞われました。これ重々空襲という空襲です。これは那覇市が、空襲を受けている状況ですけれども、壊滅的な被害を受けるわけですね。全体の9割が、焼け野原になったと。全体で668人が犠牲になりました。こういった空襲を初めて沖縄の人が体験をして、これがいわゆる初めて戦争を体験する、きっかけになるわけですね。で、この沖縄本島にいろんなところに軍隊を置いて、陣地を作っていくわけですけれども、この空襲を受けた場所というのが、皆さん見ていただくと分かるように、日本軍が陣地を作っていたところ、飛行場があったところ、そういったところが集中的に狙われていったわけですね。沖縄の人たちは友軍といいまして、日本軍が私たちを守ってくれるんだということで、動員をされながらも協力をしていくんですけれども、軍隊があるところほど基地があるところを狙われるということを実感していくわけです。それでも当時は、アメリカが上陸しても守ってくれるんだ、やっつけてくれるんだっていうふうに思っていた沖縄の人たちが多かったようです。さあ、沖縄戦というのはどういう特徴だったのかということで、簡単にまとめますけれども、勝ち目のない捨て石作戦だった、本土防衛の時間稼ぎの戦いだったということで、これを示すですね、理由がここにもあります。明らかにもう軍事力は全く違うでわけですね。54万人というこの太平洋戦争で最も兵力を投入したのがこの沖縄戦で、それに対する日本軍は地元出身の人たち、それから10代の子どもたちまで動員しても13万人ぐらいだったと言われています。ですから圧倒的な差があったわけですね。それでも本土決戦の時間稼ぎをするということで、こういった最初から勝ち目のない戦争に入っていったわけです。これが象徴的な写真でありますけれども、根こそぎ動員、つまり動ける老若男女、お年寄りから子どもたちまで関係なく動員をしていった。一番左側の男性ですけれども、もう70歳ぐらいですね。それから子どもたち15歳、14歳という、本当にこういったその老若男女が全て動員されていったわけです。で、これをちょっと見ていただきたいんですけども、3月に、沖縄戦始まるわけですが、4月、5月、6月と急激に犠牲者が増えていきます。で、この6月、たくさん増えてますけれども、実はですね、この5月の段階でもう日本軍は約6割ぐらいがもう戦力を失っていたという中で、もう戦争を続けるのはほぼ困難な状態でした。しかし時間を稼ぐという大きな目的を果たすために、住民が避難をしていた南部に撤退することによってさらに犠牲者が増えていったことを、このグラフで表しています。これ後でもこの地図は出しますけれども、沖縄戦の経過の中で、4月の1日上陸してから約2ヶ月後、3ヶ月後にこの南部に到達をしていくわけですけれども、今申し上げました通り、南へ追い詰められた住民が次々とここで犠牲になっていく。また残りの日本軍もさらにやられていくという形になりました。こういったことが犠牲をさらに大きくしていったわけですけれども、じゃあ
この南部だけなのかっていうとそうではないんですね。実はこの沖縄本島の北部、ですね、この恩納村から北のこのいわゆるやんばると言われる地域では、南部の戦闘が終了しても山がたくさんありますので、住民が逃げ惑い、残った兵隊がいわゆる遊撃戦、ゲリラ戦を続けるという形でさらに戦争が伸びていきました。こういった中で、6月牛島司令官が自決をした後も、犠牲はさらに増えていったということになったわけです。これが戦没者数のですねグラフですけれども、一般住民、これは県の統計の資料ですが、沖縄県の統計ですけれども、一般住民が一番多く犠牲になっているわけです。沖縄戦が、軍人よりも民間人の犠牲が多くなったという、そういったゆえんですね。ですから早く、戦争が終わっていればこういったグラフにはならなかっただろうとも言われています。住民を巻き込んだ激しい地上戦があったということですけれども、こちらは首里城の写真です。5年前の首里城正殿が焼けてから、近々、また再建されるということで、進められていますけれども、この地下に、司令部がありまして、ことごとく、首里を中心として、破壊されました。これ一つの例ですけれども、これだけ焼け野ヶ原、何も残らない、そういった戦争が行われたということです。さて、これは今概要をお話ししましたけれども、じゃあこのオイストがあります恩納村の、沖縄戦というのはどういうものだったかということをこれから、簡単にお話ししたいと思います。恩納村は27キロという大変長い、地形ですので、それぞれの地域で体験した戦争が全く違います。でまたこのオイストがあるところから皆さんお分かりと思いますけれども、恩納岳をはじめとする山々、そこが住民の避難地になっていくわけですけれども、その一帯は、後でお話しします五強隊といわれる、ゲリラ部隊の、本拠がありまして、その部隊が戦闘する場所でもありました。だから山々の戦争、山の戦争とも言われます。で先ほども申し上げましたけども、南部の状況とは対照的に逃げる場所がたくさんある山々の戦争なので、終わりが見えない戦争になっていったということです。で現在米軍の演習場に占められていますので、現地調査ができないということで、この先ほど、お話ししましたこの恩納村史を編纂するときにもたくさんの証言を、聞いたんですけども、その現場を実際山の中どうなっているのかということを調べようと、したわけですけれども、今キャンプハンセンという米軍演習場に占められていますので、現地の調査ができなかったということで、今恩納村は約3割が米軍基地に占められていますけれども、恩納村内に、あります。でこの赤いところが、オイストですね。オイストになります。で、戦場となった恩納村と住民ということで、それぞれの地域でどういう戦争だったのかということを簡単にお話しします。最初この日本軍はですね、恩納村でどういう戦争をしようとしたのかということで、この海から上陸をしてくる、米軍を防ぐために松の杭を海に立てたそうです。松の杭で、米軍を防ごうとしたわけですね。どうでしょう、これなかなかこの話を子どもたちにしただけでも絶対無理だなんていう感想が出るんですけども、それを、真剣に考えて実際に植えられていたのはこれ読谷村の写真です。でオイストがあちらの方ですね。でこんな形でこれ読谷村の、海岸ですけども建てられていました。これも上陸時の写真なんですけれども、実はこの、これがですね、これも小さいんですけども建てられた松の杭なんですね。これが実際のアメリカ軍が撮った写真の中に残っています。でこれは、海のそばに作られた、恩納村の前田にありますけれども、統治下といわれる、実際にこの、波に浸食された、部分をそこにこのセメントで固めて、この四角いところの奥に隠れてそこから銃を撃って、上陸を、食い止める、そういった基地が残っています。統治下といわれる施設ですけれども、これは恩納村で確認されているのは5か所ほど今あります。そして上陸が始まりました。恩納村にもたくさんの砲弾が撃ち込まれていきます。
艦砲射撃ですね。アメリカ軍は1500隻と言われる艦船を上陸時にこの海岸に集結させました。沖縄戦の経過はこんな形ですけれども、恩納村はですね、米軍が上陸すると大体4、5日でこの米軍は通過していきました。こういった経緯を経ていくわけですけれども、しかし恩納村は山がありますので、これは単にアメリカ軍が沿岸部を通過していくというふうに考えていただければいいと思います。そしてこれ一番南側の部分ですね、読谷村に近い南側の部分、上陸地点に近いところはどうだったかといいますと、この中泊の様子なんですけれども、次々とアメリカ軍が進撃をしていきました。この辺りにはほとんど日本軍はもういなかったわけでですね、後ほどお話しいただく山内照信さんがこの中泊のご出身ですけれども、住民は早い時期に米軍に収容されていきました。でこちらですけれども、米軍がですね、この辺りを完全に分断をして、北と南に行き来できなくなる中で、どんどん進撃していく中で、どんな体験をしたのかということですけれども、住民はですね、こういった山奥に、防空壕を掘っていきました。アメリカ軍が海岸部、沿岸部を通過する中で危険だということで、山の中にこういった防空壕を準備していました。これは本当に14箇所ほどこういった穴が掘られている単茶の防空壕になります。大きさ的に言うと大体人の大きさですね、人間がですね大体4、5人ぐらい人が入れるぐらいの大きさになっています。でこういったところに隠れていくわけですが、ここも日本軍は比較的少なくてですね、早期に収容されていきます。でその今の防空壕の場所ですけれども、この黄色い部分、この辺りにあります。ですから、本当にこの科学技術大学院大学オイストのすぐそばに防空壕があります。こういったところに避難をしていたんですね。でこの防空壕からさらに、実はこの今大学院大学があります、今も建物は建ってますけど、当時山ですから、この大学院大学がある山に避難してきた住民もいました。で次はですね、恩納村の恩納岳がある、大体中部のあたりですね、この戦争ですけれども、ここは、激しい戦闘が、あったわけです。でこれはアメリカ軍が恩納岳へ向けて進軍をする様子です。アメリカの等間隔で恩納岳に向けて、歩兵が歩いているシーンです。これなんですけども、これ万座毛ですけど、万座毛行かれた方、たくさんいらっしゃると思うんですが、万座毛でフットボールをしてるんですね。アメリカ軍は相当この、余裕を持つというか、物資も軍事力もしっかり蓄えた上で恩納岳を攻めていくわけですけれども、時間が余ったのか、こうやってこのフットボールをするぐらい余裕があったということなんですね。それだけ、当時のアメリカ軍の戦い方を象徴する、事例だと思います。でこの恩納村のそばには滑走路も作りました。でこの滑走路なんですけども、この山に避難している住民はこの滑走路を作るのをずっと見ていたようです。この逃げていた人たちは日本軍の飛行場も、作りに行った人たちが多かったわけですけれども、日本軍の飛行場の作り方は人海戦術で本当に時間がかかるやり方だったのが、あっという間に1週間から10日ぐらいできたと言います。でまた夜は戦闘が終わった後、この辺りで、映画を上映したりスクリーンをつけてですね、それから、ジャズとかいろんな音楽を流して、戦争に来てる感じがしなかったなんていうですね証言も聞いたことがあります。だから住民は避難しながらこういった滑走路を作り、映画を見るぐらいの余裕がある中でこの恩納村の戦闘をアメリカ軍は戦っていた。
ですから、住民にとっては本当にもう出るに出られない、ずっと自分たちは山で生活しないといけない、そんなふうに思っていたようです。で最後ですけど、ちょうど北の部分ですね、恩納村のその一番北の部分、恩納岳よりさらに北の部分ですけども、この地域になるわけですけれども、これは恩納岳を、北側から撮った写真なんですけど、上空写真ですけども、この山々にずっとこう避難をする生活を余儀なくされていきました。アメリカ軍は、とにかくこの山の中にいる日本軍をこう掃討する、やっつけるためにですね、くまなくパトロールをするわけですけれども、そういった米軍を怖がるというか、アメリカ軍に捕まると大変なことになるということを、住民は聞いていますので、ある方はですね、一日たりとも同じ場所で過ごしたことがなかったそうです。この山の中を3ヶ月転々として逃げ回っていた。でまたある場所では、谷地に隠れている中で、アメリカ軍の攻撃を受けて火炎放射器で焼かれてしまうとか、とにかく戦争が、長引けば長引くほど犠牲が増えていった地域だったわけですね。こういったところが今まだ調査ができていないというところになります。はい、でもう一つですね、この今出ましたけども、五教体というですね、この恩納村の戦争を話す上で忘れてはいけない事実ですけれども、少年ゲリラ兵と言われる、いわゆる五教隊、正式には遊撃隊という部隊ですけれども、その部隊が恩納村で戦闘しました。でこの五教隊の配備された役割ですけれども、不足する日本軍、もう圧倒的な差がある中で、要するにゲリラ戦を展開しないといけない。でその誰を集めたかというと、この地元に詳しい血気盛んな子どもたちを動員した。そして、地元の情報を得やすく子どもに偽装していく、そういう役割を担わされた子どもたちが五教隊に招集されていきました。で実は五教隊の写真というのは1枚も残っていないので、こういったイラストで再現したんですけども、毎日これアフソ小学校ですね、今のアフソ小学校で訓練を、積みました。軍人直輸というですね昭和をしてですね、これは山の中を行軍していますけれども、将棋を聞いたらびっくりしたんですけども、直行進というですねすごい訓練をしていました。例えばまっすぐ行けといえば、もし何か障害物があればこう迂回をしますよね。皆さん迂回をしますけれども、まっすぐ行けといえば、どんなに前にどんなものがあってもそれをまっすぐ行ったそうです。山の中であろうが川であろうが、とにかくまっすぐ進めという訓練を山の中でしたそうです。でこれは歩幅前進ですね。ただこれ長袖のイラストなんですけれども、半袖で歩幅前進をしたっていう証言も聞きました。血まめができて肘が血まみれになっても、その中でこうずっとやってたということで、一人前に、ここが痛くなくなれば一人前だということで、3ヶ月訓練をすれば、全く痛くなくなると言われたそうです。しかし実際にこの訓練というのは3週間ぐらいしか行われず、戦闘に入っていったわけです。これがですね、これ赤橋という橋ですけれども、この丹茶からすぐ、大体車で5分ぐらいのところに残っています。この五教隊が担わされた任務として重要な任務だったのが、この橋を壊すという役割です。まともなこの攻防戦というのはできない、弾薬も少ない、武器も少ない中で、アメリカ軍の侵攻を妨げる、邪魔をするということが大きな役割として担わされたわけです。このやんばる、いわゆる沖縄本島北部の橋という橋は五教隊によって破壊をされました。今残っているのはこの赤橋と、金にあります奥首橋というところがあるんですけども、その2つだけです、残っているのはですね。はい、このイラストなんですけれども、このゲリラ兵、五教隊の、隊員たちは山の稜線に沿ってですね、山の稜線に沿ってタコ壺という大体深さ60センチぐらいの穴を掘って、そこに潜伏をして、アメリカ軍を迎え撃つ、待ち伏せをするっていう戦闘をねしていたんですが、まっすぐ飛ぶ球であればこうかがめば当たりますよね。ですけども、こうやってこう曲斜というか、
上から飛んでくる弾には大変弱いわけです。迫撃砲という爆弾で、この今映っているこのイラストのこの彼ですけども、この隊員の5メートル先に落ちたんです。そうすると、この私がこの体験を聞いたこの方おっしゃってましたけれども、自分も土をかぶってもう死にそうになったんだ。這い出て見てみると、隣の穴に入っていった隊員のここから上がなくなってたって、直撃してたんですね。それでもう今から戦おうと思ってた士気というかやる気っていうのは失せたそうです。一発も弾がこの後撃てなくなった、そんな話をしてくれました。本当に過酷な状況に置かれていったわけですね。でこれは夜の移動です。光る葉っぱっていうのはですね、この山の中にあったそうで、それを背中に貼って、撤退するときにはぐれないようにして移動していった。要するに真っ暗な闇の中で、戦闘するので、こういったことをしながら、移動していった、ご教隊の象徴的なシーンだと思います。でこの、ご教隊員は高江洲義英さんという方ですけれども、戦闘で受けた傷が元で、脳に障害を脳症を受けてたんですが、ご教隊が撤退をするときに日本軍の、軍医に、殺された隊員でした。つまり自分で動けないということで、そこに放置され、そして捕まればアメリカ軍に情報が漏れるということで処置をされた方です。この方は弟さんで、戦後70年経ってから初めてこの事実を知ったということで、兄がどういう形で亡くなったのか知ることができたということで、お話をしてくれました。この方は漬山義光さんという方ですけれども、大変重傷を受けてですね、顔に重傷を受けて、その時の戦争の時の、記憶がトラウマになってですね、戦後しばらく辛い生活を送るわけですが、今ご自身の体験をお話をして、亡くなったご教隊の隊員の人数分の桜を、自分の家の裏に植えて、供養している。で私もよくお会いするんですが、沖縄戦のことを忘れたらまた地獄を見るよっていうことをいつもおっしゃる方です。でこれがご教隊の日です。恩納村のアフソっていうところがあります。また一度行かれてください。69人の方の名前が刻銘されています。で沖縄戦から79年経った現在も残る課題ということたくさんこれあるんですけども、身近に感じるところで、不発弾の問題ですね。最近もあります。これ去年の、処理ですけれども、女バイパスが、封鎖されました。ただこれは沖縄が日本に復帰してから、2年後ですけれども、那覇のおろくではですね、園児が犠牲になった、4人が犠牲になったこういった痛ましい、事故もありました。なんでこれだけ、不発弾が多いのかっていうと、日本本土に、落とされた爆弾よりも沖縄に落とされた爆弾が多かったということです。これは実際にアメリカ軍の、戦士であって報告書での、書かれてあるわけですけど、これだけ日本の 0.6% しかない沖縄に集中して爆弾が落とされたということです。でこれは処理状況ですけれども、3000トン、緑の3000トンが住民が処理をした。で2500トンが米軍が処理をした。そして復帰後は自衛隊が処理をして、そして今現在残っているのが1878トン、約1900トンが残っています。あと70年かかると言われています。79年前の戦争で残った爆弾が完全になくなるまであと70年ということですから、約150年ぐらいかかるということですね。何代にもわたってこの戦争の負の遺産がずっと引き継がれる、そういったことを強く痛感する事実です。
で亡くなった人も分かっているだけで710人の方が犠牲になっています。負傷者も1300人。ただこれも記録上ですから実際にもっと多くの死傷者が出ていると思われます。でこれは面積あたりの処理量ですけれども、全国平均では約50年間で1平方メートルキロあたり 11.9 キログラム。でも沖縄はその約80倍ぐらいの処理をしている。こういったところでも沖縄にたくさんの爆弾が眠っている、不発弾が眠っているということが分かります。ただ不発弾はですね、この沖縄戦だけではないということであります。実はこの先ほど申し上げたキャンプハンセンというこの演習場では1974年から1997年の、約23年間ですね、4万発と言われる実弾砲撃演習が行われました。それ以外にも今でも行われていますけれども、その155ミリ榴弾という砲撃で、この山の中に、落とされたわけですけど、その不発弾の量は不明です。ですから沖縄戦だけではなく、また戦後の基地の演習によっても不発弾が残っている、こういったことも私たちは知っておかないといけないのではないかと思います。まさに今の場所がこの辺りですね。でこれはこのオイストの屋上から撮った写真ですけれども、西側の東シナ海、きれいな海です。でこの海を見るといつも思い出すんですが、実はこれは絵なんですけれども、この平邦夫さんというご兄弟、先ほど申し上げた少年ゲリラ兵のご兄弟の方が描いた絵です。ちょっと分かりにくいんですけども、海に浮かんでいるアメリカ軍の軍艦に特攻機が突っ込んでいくっていう、絵です。邦夫さんはもうこの時には特攻機が突っ込んでやったと思ったそうです。でも戦後、特攻機に乗ってきた人の命、そして攻撃された米軍の、隊員の命とか考えると、自分は何も知らずに当時はやったなんてよく言ったねということで、そういった戦争の時のことを思って、こういった絵に残されています。今神奈川で、住まれてますね。ご健在です。これが女岳、ブート岳という住民が避難し、ご兄弟が戦闘を行った場所です。皆さんのこの大学からもこの山々が見えます。今日お話ししたことを受けてですね、この山や海を見るときに少しでもまた思い返していただければなと思います。で、まとめですけれども、私自身沖縄出身ではないということでありますが、それ関係なくやはり戦争が起きたことをこれ知ってですね、そして、どうやって今後そんなことが起きないようにするのか、いろんな厳しい話、悲しい話をしてくれた体験者の方々にしっかりと申し訳が立つように、ありったけの想像力を駆使して、二度と戦争をしないための努力と知恵を、掴んでいく、そのことが、私にとって、皆さんにとってもそうだと思うんですが、必要なことではないかなと思います。どういったいろんな立場の中で、あるでしょうけれども、でも戦争がひとたび起きればどんなことが起きるのかということを、この沖縄戦はいろんな形で私たちに教えてくれていると思います。大変短い時間でしたけれども、私の話を終わります。以上です。はい、それではですね、続きまして山内照信さん、今日は実際に体験をされた、山内さんにお話を、今から伺いますので、ご登壇いただきます。はい、どうぞ。山内照信さんですけど、女村中泊に、お住まいです。ご出身です。今こうやって子どもたちにお話をしてくれたり、ご自身の体験を通じて、平和を訴える、そういった語り部として活動されています。今日は今からちょっとお話を伺いますので、よろしくお願いします。はい。じゃあ、はい。皆さんこんにちは。私は中泊出身の山内照信です。1937年
時の記念日6月の10日に生まれております。年齢はもう87歳になりました。今平和のついている世の中で残された人生を楽しく友達と語り合いながら過ごしていきたいなというふうな心境であります。はい、ありがとうございます。じゃあ、山内さん、最初ですね、お伺いしたいのは、山内さんが生まれた頃、学校生活とか沖縄戦が始まる前はどんな状況でしたか、恩納村は。始まる前はですね、日本軍が中泊の広い民家や、あるいは戦前のクラブ、今の公民館なような建物にも兵隊が駐屯しておりました。山内さん、戦争が始まるっていうようなことをなんか感じたきっかけとか雰囲気って感じましたか。1944年10月10日でしたね。朝、同じ兵隊たちの様子を見る少し後から飛び交っている飛行機は最初は日本軍の飛行機だというふうに思っていたようですけれども、少し時間が経ってからこれは米軍の飛行機だということで、私たちは自分の庭の前に作られた防空壕に行きました。その時の私たちの子どもたちに向かっての歌といったら変ですけれども、空襲警報と聞こえてきたら、今は僕たち小さいから大人の言うことよく聞いて、騒がないで落ち着いて、はい行きましょう防空壕。そういった歌を通じて私たちは防空壕に行く認識が植え付けられたようなことを記憶しております。そして沖縄戦が始まってですね、どういった生活が始まりましたか。沖縄戦が始まってですね、暮らしはどんなふうに変わりましたか。どこに逃げましたか。そうですね、10月10日空襲以降は連日のように空襲が続けられておりました。私たちの家族は他のあざから来た家族と3家族同じ日本軍が構築した塹壕が近いところにありましたので、そこで避難を生活をしておりました。私の家族は祖父、そして兄貴2人、そして僕、母、下に2人の弟の家族でありました。そこからずっとその壕にいたんですか。逃げていたんですか。しばらくその壕で避難生活をしておりましたけれども、母親がどうせ死ぬならアジアの人たちが避難しているところに行くようにしようということで、その場所が
陳畑ということで、そこから 1.5 メートルぐらい離れている場所です。その自然豪で大変広く、中の方にはあざの人たちが住んでおりました。入ってみるとコウモリが飛び交っているんです。そして下の方にはきれいな水でないけれども水たまりがあるようなに覚えております。その場所で怖い思いをしましたか？そうですね。昼壕の中で閉じ込められていると、非常に私たちは子供でも外に出ていきたいということで、空襲が途切れている時には壕の近くの小川みたいなところに行って、水を飲んだり水浴びをしたような感じで、そこで避難生活を過ごすことになります。食事はどんなものを食べてたんですか？どんなものを食べていたんですか？そうですね、夜になると各家族のお母さん大人は自分の村の家の方に帰って、そこで食事を作って何日分かのものを作って持ち帰って郷に帰ってくることがありました。その時には大人も自分の親もいないわけですから、大変寂しい不安な時間を過ごしたように記憶しております。芋ですか？食べたのはご飯ですか？そうですね、ほとんど芋のようなものだと思います。中にはお米で作ったおにぎりを作っている家庭もありました。途中に隣の家族が避難しているところがあって、私はそこを何かの拍子に通ったら、私の名前を呼ばれておにぎりを2つもらいました。そしてはひもじいものですから、それを夢中に食べておりましたけれども、隣のお母さんたちの話では、このおにぎりを持って自分が避難しているところに行ったら、兄弟がいるので分けないといかんから、ひもじいからここで自分の腹に詰めようということで食べているみたいだよという話を私に直接じゃないけれども周囲で話していることが耳に入っているのを覚えています。この壕には、このガマには日本軍はいたんですか？そうですね、みんな10日以後は駐屯した兵隊はほとんど一人も残っておりませんでした。言えば軍隊が近くで上陸してくる兵隊と戦う部隊という単位の部隊は全然見当たりませんでした。中で上陸する寸前までに婦人たちは竹槍で、相手を殺すような訓練、そしてお母さんやお姉さんたちはバケツを持ったり、火災を消す運動、そういったものに参加しているのを子供ながらも見て覚えております。陳畑という隠れていたガマから出ることになるんですよね、この後。はいはい。はい、どういうきっかけで出ることになったんですか？はい、ガマに避難している中で竹槍の訓練を受けた気の強いお姉さんが2人いました。そのお姉さんたちが
私が出て行って外国兵と戦うということを主張しておりましたけれども、あの当時から反対する、抵抗するものについては容赦なくアメリカ兵は弾を撃ってくることを分かっておりましたので、お隣のお父さんやおじさんなんかがこんなことはするなということで、止められて、そして、その大人たちは子どもたちには何をもしないだろうと、あんた方まず壕の入り口に行ってごらんと言われて、私と何名かの年寄りの入り口の方に行きましたら、5、6名の兵隊が銃を構えて座っておりました。で、その兵隊たちが手招きするわけです。で、近くに来いよ来いよとしますけれども、私たちは米兵は怖いものだと印象づけられておりますので、そして米兵が手巻きするっても躊躇しておりました。そうすると少し間を置いてポケットからお菓子を出して、手にして私とようにこう差し伸べるんですね。それを見た私たちは、大人たちから相手があげるものは毒か爆発するものだから近寄るとか、それを受け取ってはいけないというふうに教えられておりましたので、その米兵はそれを口にして食べているわけです。それを私たちは見て、歌かどんの俺は毒じゃないはずよということで近づいていってみたら、クラッカーの種類のものとチョコレート、これを口に入れるように小さくして私たちにあげるんですね。彼らが食べてるから自分でも食べても大丈夫だということで、口にしたら生まれて初めて甘い味のするお菓子でしたね。もうそういうことでお菓子も少し量を多くしてもらって、壕の中に帰っていったら、大人たちはもう外ではそんなもんか、そんな状態か、とにかくこの間には、出てこいという呼びかけもあったかもしれませんね。その中で私たちがお菓子をもらって帰っていったら、外に行けば食べ物も食べられるんだというような安心感を周囲の大人たちは持つことになって、それからもう出て行った方がいいんじゃないかということで出ることになって、写真出る、それから壕の中から区民が出るようになって、兵隊に誘導されて、途中で、行くところが写真があります。その写真が撮影されたところが中泊飯塚のこの場面の写真です。この写真に私が写っています。これが私です。で、ある人が、あんたは小さいのにどうして自分がここに写されているの分かるかというふうに聞かれましたら、あの通り私の頭の右上の方に少しハゲがあります。それは昔煮豚が出るとおできができて肛門が破壊されて毛が生えません。今大人でも私はありますけれども、髪が伸びているからそれを見えないように工夫しているから他の人はハゲがあるというふうには認識しておりません。小さい自分に私は気が強かったもんですから、昔は耳ちらとか、あるいは鼻ぐすとか
いろいろその人の欠点を指していじめられるという状態がありました。私は気が強かったもんですから、そういう様子で言う人に対しては暴力とって変かもしれんけれども、こんなことは言ったらこっちが許さんよとみたいな態度を示しておりましたので、そんなに昔のカンパチャーとか、あるいはミーカキとか、鼻くそとか言えば、鼻くそあるけれどもこれを脱ぎきれない、顔はない人がいたもんだから、そういうものをあだ名という形で、ある意味ではいじめの手段に用いている人もいました。はい、ありがとうございます。この写真本当見ますと、もう山内さんの面影が残ってますかね、そしたらこの後アメリカ軍に捕まって、収容所、保護されて収容所に入るわけですよね。最後そのあたりの生活、戦後の生活はどんな形で始まりましたか、教えていただけますか。陳畑という避難していたところから米軍に誘導されて、この過程を経て自分の家に帰ろうということにしておりましても、お家はみんな焼かれていました。で、幸いに私のお家はかやぶき屋で、粗末なかやぶき屋でありましたけれども、その時に不思議にもおじいさんはもう70歳超えておりましたから、私たちと家族と一緒に避難するような行動には参加しておりません。そしてなぜそうかなと今考えると、その戦前私のお家ではヤギもいたし、豚もいたし、小さい馬もいました。畑に利用する荷馬車好きの馬もいましたので、それを世話するために、私たちと一緒に行動しなかったと思います。そうして、私たち帰ってみると、昔の馬は大変小さい馬でした。私たちが養っている馬は。それに毛布をかけて兵隊が乗って、多分アメリカのところでは馬の習性はよく分かって、生活している体験をしておりますので、映画でも西洋の西部劇でも何と言いますか、全住民の同人というんでしょうかね、そしてヨーロッパからアメリカに移住した人たちがみんな西へとこう進んでいく時の、もうみんな騎兵用の団体がアパッチと闘争している映画が用いられていますので、その兵隊はそういう馬の習性は知っていたと思います。で、来たらお家の前を通ったもんですから、おじいちゃんは「訴え終わったどう車なんか塗ってまかあっちょんのこの部屋だ」と言ってました。で、お母さんがこんなことを言ったらすぐ銃で殺されるよということがあって、おじいさんはそういうことをしなかったもんですけれども、それからもう生活できるような環境ではありませんでしたから、学校に行きました。学校にあの時は中泊は文教場でした。文教場は3年まで、4年からは山田小学校でしたね、国民学校で、兄貴の2人も向こうに通学してましたけれども、私は
低学年ですから、その当時習った本の中に、公民科の教育の中の本の中の内容は知っておりません。雰囲気として朝授業が始まる前に文教上の泉清十さんという方、この方は知っておると思うんですが、その方が直立不動の指定で挨拶をしているのを覚えております。戦後はじゃあ収容所に行って生活が始まったんですね。今小学校のお話をねされましたけど、これ石川収容所に行かれたんですね。はい。そこから、石川の方にトラックに乗せられて、中泊の人々と一緒に乗せられて、石川の屋敷の広いところにテントが張られて、そこに中泊の住民は4か所ぐらいに分散されて、収容所生活が始まりました。で、うちの兄貴2人は特別に旧石川役場の後ろの方がみんな民家が焼かれて広っ端になっているところに二重かに網が張られて、そこにうちの兄貴たちも収容されて、そしてそこではどんな仕事かというと、食料を集め、そして雑役みたいな仕事に従事をされられていたようです。そして、避難生活をしている途中に、その避難生活をしている晩でも石川だけから敗残兵が食料を求めてか知らないけれども野襲に来て、それが米兵に撃ち殺されて、南栄通りというところにうつ伏せにされて死んでいました。これが初めて私が死体を見たのが日本兵でした。で、誰もそれを触ることもできませんでした。なぜかというと、2人の MP が立って私たちを周囲を取り巻けてただ見るだけでした。その時に僕は感じたんですけれども、兵隊は認証式が持っていたはずですから、そうするとその認証式を許しを受け取ってそれを保管しておる人がおれば、日本兵の番号もあるし名前もあったと思いますから、それを頼って戦後でも遺族に連絡を取れることもできただろうと思います。はい、ありがとうございます。まだまだお話をしていただきたいんですが、避難生活から石川の収容所でまだ安全な生活じゃなかったわけですね。はい、で、この後ですね、また意見交換セッションの時間がありますので、またお話ちょっとできなかったところを少しまた後ほどお話ししていただければと思います。はい、じゃあこちらの方で、これで一旦インタビューですね終了したいと思います。ありがとうございました。瀬戸さん、山内さん、大変貴重なお話をありがとうございました。今回初めてご参加された方もいらっしゃると思いますが、お二人には昨年度もオイストにお越しいただき、恩納村について、そして当時の状況についてお話しいただきました。戦後79年が経ち、当時のことをお話しいただける証言者の皆様はだんだんと少なくなってきております。改めてこのような機会をいただき感謝いたします。皆様、これより第2部を開始いたします。第2部では戦後80年を迎えようとしている沖縄で、次の世代には慰霊の日沖縄戦がどのように語り継がれているのか、沖縄で生まれ育った松田美里さん、
知花千秋さんからお話を伺います。オイストの職員である松田さん、知花さんは、学内で内縄口や沖縄の文化への認知度を高めるための活動を行っている A-Day グループのメンバーとしても、大切にしていきたい沖縄を伝える活動をしています。今日は松田さんは読谷村蘇部、知花さんは宜野湾市嘉数でのご家族の体験談をそれぞれお話しいただきます。お二人のお話の前に、瀬戸さんから蘇部、嘉数の当時の戦況について簡潔ではありますがご説明いただきます。それではこちらから瀬戸さんにバトンタッチしたいと思います。瀬戸さん、よろしくお願いします。わかりました。はい。今ご案内ありました通り、先に蘇部の戦争ということで、ご案内したいと思います。これ読谷村の、蘇部になります。先ほど私が、説明しました沖縄戦の戦況から言いますと、この4月の1日、ここに上陸した、まさにここですね、この辺りの戦争になります。でアメリカ軍は、上陸時には18万3000人という部隊をですね展開するわけですが、1日で6万人上陸させたそうです。その中で各いろいろ分けてですね、ちょうどそのブルービーチといわれるブルーで色分けされたところ、そこから上陸したところはまさに蘇部ということになります。はい、それではよろしくお願いいたします。はい、最後数曜ワンネ松田美里んり一応いびん生まれ島ユンタンジャスビ村なといびん中夜ゆたはるぐとにげさびら、皆さんこんにちは。オイスト教員担当学科オフィスファカルティアフェアーズオフィスで働いています松田美里と申します。読谷村あざ蘇部出身です。私はもちろん戦争を体験したものではありません。私の祖父母おじいおばあが体験しました。おじいおばあです。父方のおじいとおばあは戦争当時は県外にいたそうです。で母方のおじいおばあは沖縄にいました。で父方のおじいは県外で海軍航空隊に入っていたそうです。おばあはですね、広島県の紡績工場にて勤務していた。誰が誰？すいませんね。ポインター。父方のおじいです。海軍航空隊。父方のおばあ、広島の紡績工場で勤務。で、こっちは母方のおじい。おじいは学徒兵でした。なので西原にいたそうです。で、母方のおばあは恩納村のガマにいた時に米軍の捕虜になったそうです。全員生き残りました。だから私がいます。ですが自分たちのことを漢方ぬ食えぬくさ、漢方射撃の食い残しと呼んでいました。で今日はですね、私が母方のおばから聞いていた当時の様子を共有します。母方のおばあです。話の中で米軍基地が出てきますが、これは基地事情とか、あと基地賛否、基地問題などについて語るものではありません。おばあの話を通して私と家族で出身地の蘇部、あと沖縄とのつながりについてお話しするものです。で会場の皆さんも自分が孫になったつもりでちょっと聞いてみてください。私のおばあは1935年2月20日生まれだったので、戦争は10歳ぐらいの頃に体験したそうです。で先ほど瀬戸さんからもお話がありましたけど、1945年の4月1日に米軍が上陸した。ですが1944年のもう10月頃には
おばあの家が日本軍の宿舎となっていたそうです。約10名ぐらいで、馬車小屋があったらしいんですけど、そこに馬車を置くっていうよりは大量の大砲が保管されていたようです。で、おばあはその4月1日の米軍上陸の直前に恩納村の前金区に避難したそうです。で、避難するときにソベの海を見たら米軍の船で埋め尽くされていたそうです。で、おばあが海の水が見えなかったさと言っていました。で、戦争が激しくなるにつれて今のそのメガネ区の避難先よりも安全な女岳に移動しようとしたそうです。で、その矢先にメガネ区のガマで米軍の捕虜になったようです。で、米軍が上陸してくる準備をしてて、海がですね、船で埋め尽くされていたと話しましたが、海の水が見えなかったさっていうことだったんですけど、おばあの話を聞いてた時にですね、これですね、孫の私は2024年現在ですね、戦後のソベの海を想像していました。ですが、おばあが言ってるこのソベの海っていうのは古住旧ソベ集落の海のことでした。そうです。読谷村ソベはですね、戦後鳥居ステーションを建設するために村ごと移転させられました。で、ここがここがもともとのソベ。戦後ここ移動を余儀なくされた。で、そのおばあがどれだけ戦争当時の話をしていても、旧集落があった場所の土地勘が私には全くないです。わからない。そこに立ったこともない。なので、おばあの話を話していることが理解できずに、戦争体験者の話がリアルに思えない自分がいました。で、リアルに思えていないから会話に溝が生まれていて、で、だからおばあと私のつながりがなんか持ってていない、切り離されていると感じた瞬間でした。で、米軍上陸から1年10ヶ月ぐらいの間、ソベ全域が米軍占領地となって、で、ソベの人は集落に戻ることができなかったそうです。1946年11月15日にやっとで戻っていいですよっていう許可が下りました。やっとで復興作業が始まりました。しかし5年後の1951年にはもう米軍から立ち退きの通達を受けて現在のソベ集落に移動せざるを得なかった。祖先伝来の土地を去ることは人間最大の不幸を招く結果になると考えられてきた中で、どんな思いで私の祖先たちは新しい場所へ行ったのでしょうか。今までソベを守ってきたおばあやその祖先たちが築き上げた歴史のソベ、戦後鳥居ステーションができた瞬間からこの継承されるはずだったその土地の未来が途絶えてしまった。だからおばあの言うソベの海と私の海がつながっていないんだなと思いました。で、ここで初めてお互いが共有できていないって気づかされた。それが戦争によって起こった悲劇だと思いました。戦時中、内縄口を話す者はスパイとして見なされていた。皆さんも聞いたことがあると思います。1945年4月1日に上陸したわけですが、4月9日、9日に発行された
日本軍の軍海法には次のような指令が書かれていました。軍人軍属を問わず標準語以外の使用を禁じる。内縄口を話す者をスパイとして処分する。多くの住民が母語である内縄口を話してしまったがためにスパイとして殺害されたらしいです。私は生まれてから内縄口ができたわけではありませんでした。大人になって内縄口を第二言語のように学ぶようになりました。で、幼い頃おばあとかおじは家族に対して内縄口を話していたんですけど、私は理解できずに輪の中に入れずにいました。同じ家族なのになんで自分だけみんなが話している言葉がわからないんだろうと思ったことがあります。で、内縄口を勉強するにつれて分かったことが、おばあたちは母語である内縄口を禁止されていた。で、そうなると自分の言葉には価値がないものと思ってしまっていたのではないでしょうか。そして私たち世代に伝えることを絶やしてしまった。もし私も内縄口を母語として話せていたら、おばあがこれまでに話してくれていたことを深く理解して、沖縄と自分を強く結ぶことができたのではないか。最後になりましたが、私は戦争を体験していませんけれども、戦争によってもたらされた悲劇が私にも降りかかっていたっていうことが分かりました。とうさやいびん、ありがとうございます。ニフェーデービル。はい、貴重なお話どうもありがとうございました。はい、じゃあ続きまして、次はかかずの戦争ということで、こちらも先ほどの地図ですけども、どのあたりの地図かといいますと、今お話ありました読谷のところから1週間後、日米の攻防戦が始まった最も激しい戦闘があった地域です。16日間日米の攻防戦があってですね、ここで、激しい戦いがあった場所です。ここがかかずなんですけども、このご出身のですね、知花さん、よろしくお願いします。ぐすよ中がなびら。ね、千葉千秋にちょいび。昨日からちゃびた。もう全然喋れないんですけど、すいません。千葉千秋と言います。瀬戸さんがご紹介してくださったみたいに、激戦区と言われる宜野湾市かかずの出身です。私もおいしそうで美里さんと一緒に仕事してるんですけど、去年瀬戸さんと山内さんのお話を聞いて、私が知ってるかかずの戦争と全然違うんだと思ってびっくりしたのを覚えています。で、去年山内さんのお話の時に、次の世代にどうやって伝えてるんですかっていう多分質問が、あったんですね。で、その時に次の世代の私には多分伝わってる。でも山内さんみたいにこうやって直接沖縄戦を体験した人のお話を聞くっていう機会がどんどん減っているっていうのを毎年ね50年ぐらい言ってると思うんですけど、で、今回お話をいただいて、もう次の世代になってる私たちが沖縄で生まれ育って山内さんとか他の一生懸命伝えてくださってる人の話を直接聞けた私たちが、じゃあまたどうやって語り継いでいけるかっていうのを考えた結果、今日この皆さんの前になって座ってるけどお話をしています。で、
ちょっとで、かかず、そう、私ずっとかかず、宜野湾市かかずで育っているので、実は私の聞いてる戦争体験って本当にかかずの人の話ばっかりなんですね。で、小学校、中学校、毎年慰霊の日が近くなると戦争体験者の方が学校に来てくれて直接お話をしてくれます。それを10年以上ずっと聞いてきた。で、これ焼け野原なんですけど、写真は戦争の後のかかずのエリアです。かかず、昔かかずの森、かかずの森、かかずの森って言われて、こう緑が豊かな地域だったんですが、その瀬戸さんおっしゃってるみたいにこの激戦区として、使われてというか戦闘が行われた結果、焼け野原になりましたと。でも今日私お話しするのはなんかどんな戦闘が行われたとかではなくて、私の家族の話です。これうちの素敵な私のおじいちゃん、小串さん、おじいちゃんで、これおじいちゃんの妹の文おばさんで、こっちの2人は実はハワイの人で、おじいちゃんのお姉さんの春子おばさん、春子おばさんは100年前ぐらいにハワイに移住してるので戦争は体験してないです。で、春子おばさんの子供のパトリック、私のいとこみたいな感じですかね。はい、で、家族の話をします。で、このかかずに生まれ育ってると、さっき言ったみたいに戦争体験者の話すごい毎年リアルに聞くんですね。走って逃げてる時に弟が爆撃に当たって死んでしまったとか、川を渡ろうとしてでも死体が全部浮かんでるから死体の上を歩いてでも逃げたとか、悲惨な話をずっと聞いてきました。ただ私実はこのかかずの戦争の話を歴史として多分認識していて、自分の家族、おじいちゃん一緒に住んでたんですけど、おじいちゃんと近所に住んでる文おばさんが生き残った人っていう認識が全くありませんでした。なぜならこの2人は、戦争体験者なんですけど一切戦争の話を家でしなかったんですね。で、私美里さんからおばあから美里さんが美里さんのおばあちゃんから直接戦争の話聞いたってびっくりしました。話せるのって思って、これ家族でそんな話できるのってでびっくりしたのを覚えています。で、一つだけ私が直接、体験というかした話で覚えているのが、文おばさんこうしてますよね。こうなんか体が斜め向いてるっていうか、写真でいつもこの角度なんです。腕がないから、いつも片腕なくて、で写真撮るときはいつもない方の腕を隠して写ってる。でも私生まれた時から文おばさん腕ないので、私全然普通なことだと思ってたんですね。何にも別に料理もするし仕事もするし魚もさばいてるし問題ないと思ってた。でも多分私が4歳か5歳の時に、幼稚園生ぐらいの時になんかふと聞いてしまったんですよね。家族で集まってる時に文おばさんなんで腕ないのって。そしたら文おばさんパニックを起こしてしまって、私は多分母親かな、お母さんに抱きかかえられて部屋から連れ出されたのを覚えています。でもこれも 4,5 歳の話だったから、後からこの時点かな、
ちょっと大きくなって多分戦争で腕がなくなったっていうのが分かりました。でも文雄おばさんは一切戦争の話をしません。うちのおじいちゃんもしない。ただ、毎年ここかかず高台って公園なんですけど、これ慰霊碑とかがあって、この辺にここで毎年慰霊の日にこう式典っていうんですかね、お祈りをする場が設けられています。で、うちのおじいちゃん、文おばさんは行けなかったかもしれないけど、おじいちゃんは毎年ここの式典に絶対参加していました。で、考えたらって言ったらなんですけど、大人になって考えてみたら、かかずの地域は人口の多分2人に1人以上、1000人ちょっとぐらい人口いたらしいんですけど、隣に座っている人は多分死んでたかもしれないっていうような状況の、地区でした。なので小学生の私は慰霊の日だから行くって思っていた。お祈りをする式典に行く。でも私のおじいちゃんの立場だと、自分の近所の人、お友達、うちのひいおじいちゃんおばあちゃんだから、おじいちゃんのお父さんお母さんも戦争で亡くなっているので、本当に自分の身の回りで亡くした人に対して祈りを捧げている場所だったことになります。それを気づいたのも何年か前なんですけど、今まで全然リンクしてなかったですね、歴史と私の人生が。でそう家族が全然戦争の話しないので、沖縄の人と思って戦争の話聞いてたんですけど、私いつだったかな、私の父が亡くなる前、4、5年前にもう1ヶ月持つかなくらいの時に、うちの父が「千秋」って言って、このあなたの家族のことだから伝えておきたいことがあるっていうことで、いくつか話を聞けました。で、さっき家族の話をしますって言ったんですけど、文おばさんの話は、さっき腕なくしたって言ったんですけど、腕なくなりました。で、文おばさんはお父さんお母さんも戦争で亡くしています。なので私のひいおじいちゃんおばあちゃん亡くしています。旦那さんも亡くしました。夫も亡くした。で、夫の両親も戦争で亡くなります。みおばさん、多分子供が4人いたのかな。4人いた子供のうち3人亡くなります。なので戦争で残ったのは文おばさんと文おばさんの娘の文江だけになります。文江おばさんは山内さんとか松田美里のおばあちゃんと多分同い年くらいで、実は文江おばさんも自分の体験を次につなげたいということで戦争の話をしようとするんですけれどもできない。一回小学校3年ぐらいの時に文江おばさんの娘が話しに来たんですよ、戦争の話。止まってしまって話せなかった。なのでこれは私の家族が話したかったけどつなげたいけど辛すぎて話せなかった話でも、なのでうちの父ちゃんに聞きながら、なんか文おばさんと文おばさん大変だったって聞いてるって話を聞いて、いろんな人からこのハワイのおばさんが知ってること、ハワイのいとこが知ってること、かかずの近所の人が知ってることを聞いてみたら、たくさんの人を亡くしてるんですけど、山内さんガマに避難していたっていう話出てたと思うんですけど、文おばさんも文おばさんも家族も宜野湾からちょっと行ったガマに避難していたみたいです。で、かかずに住んでる人の半分以上がそのガマ
に避難していた。でそこに避難してた人のほとんどが亡くなってしまったのかな。なので文おばさんや文おばさんは多分自分の家族やご近所さん、お友達が多分亡くなったのを目の前で見ているんだと思います。ただ山内さんみたいに直接お話を聞けたわけではないので、これはなんかパッチワークの話というか、これはおばさんから聞いた話、これはかかずのいはさんから聞いた話ということになります。ただ、美里さんはおばあちゃんとのお話を直接聞けてつなげられたのかなと思います。私が今日ちょっと涙ぐりぐりしながら、涙流しながら共有したかったのは、話せなかった歴史もある。でこの瀬戸さんたちが紹介してくださる何十万人犠牲になりました、何万人犠牲になりましたっていう中、一つ一つに語られたとか語られなかったストーリーがありますよねって、それをつなげてる自分たちの世代もなんかできないかねと思いながら今日お話しさせていただきました。はい、一旦終わりましょうかね。はい。松田さん、知花さん、ありがとうございました。ご家族の大変な体験をこのような場でお話しするということは大変大きな決断だったと思います。本当にありがとうございます。それではこれより質疑応答の時間にしたいと思います。事前にいただいている質問もありますので、先に紹介させてください。最初の質問です。この戦いに関して沖縄の人々と本土の人々の間でどのように認識が違うのでしょうか。本土と沖縄ではこの歴史について同じように教えられているのでしょうか。こちらは瀬戸さんにお願いできますでしょうか。はい、そうですね、沖縄はこの地上戦があった、住民を巻き込んだ地上戦があったということで、やはりその点においてはやっぱり認識が違うのかもしれません。ただ一方で、もし沖縄戦の後戦争が伸びて本土に上陸していれば同じようなことがあったでしょうから、もしかするとそういった意味では仮の話ですけども共通の認識ができたかもしれません。今お話お二人からいただいた大変貴重なお話、それから山内照信さんのその地上戦でどんな体験をしたのか、本土でもたくさんの被害が出ましたし、空襲で原子爆弾で多くの命が奪われましたけれども、間近にアメリカ軍、要するにその攻撃されるっていうようなことを体感したのはやはりこの沖縄県民でしたので、そこの違いっていうのはやはりあると思いますし、残された証言もやっぱりそのあたりは違うと思います。でもう一つは8月15日と言われる、今日本が終戦の日と言われるその記念日っていうものは沖縄の人にとっては全くある意味意味がないというのはちょっと言い過ぎかもしれませんけども、認識が違うと思います。先ほどお話ありました山内照信さんは4月の初め頃にアメリカ軍に捕まった。だけどその後も厳しい生活があった。お二人からお話のあった読谷書かず、ある意味その戦争が終わったとしてもその残された傷をずっと抱えながら生きてるってことにおいてはある意味戦争が続いているのかなっていうふうにも思ったりしますし、だからそういったところでは認識が多少違うという言い方、それぞれ一人戦争を受けた傷がありますので、私が言うような話ではないかもしれませんけども、本土と沖縄という部分で違うかもしれませんね。もう一つ何でしたっけ、はい、よろしいですか。はい、ありがとうございます。次の質問ですが、沖縄の人々は慰霊の日をどのように守っているでしょうか。沖縄の同僚や隣人を支援し尊重するために私たちに何ができますかという質問です。
山内さんにお願いしたいと思います。6月の月を迎えると、すべての沖縄県民は戦争と結びつく関係のお話、あるいは肉親との被害、そういう関係が深いわけですね。上陸してから3ヶ月以上の終戦じゃなくして牛島中将が自決した日が沖縄の戦争の終わりだというふうに指摘されていますけれども、その後についても北部あたりではまだ人殺しの戦争が持続されていたという事情があります。ですから6月という月は恩納村では付着から南の方、中泊、山田国は慰霊塔があります、角技に。しかし丹茶から阿宇曽、仲間、喜泉原には村の独自の慰霊塔はありません。私はなぜそうなのかということを先輩に聞いてみたら、終戦当時直後の村長は慰霊塔は村一円のものを作りたいんだというような考えがあって、その情報は北部には伝わっている状態だけれども、南の中泊、山田区には伝わってなくて、そして生き延びてきた若い人たちが現地で同僚やあるいは自分の島の人々が犠牲になっているわけですから、その人たちをどうしても慰霊しなければいかんということで、慰霊塔の材料も不足時代、セメントもない自分に慰霊塔を作って経緯があります。中泊ではムーンビーチというところで、米軍のセメンの塊を慰霊塔の材料に切って運んで、それを材料にして慰霊塔を作った経緯があります。山内さん、ありがとうございます。それでは会場からも質問を受け付けたいと思います。時間の都合上、質問は2個までとなりますことご了承ください。ご登壇者の皆様はこの後の交流会にも参加されますので、個別にご質問いただくことも可能です。それでは質問のある方は挙手をお願いいたします。オイストの職員の橋本と申します。今日はお話ありがとうございました。私今うるま市の石川に住んでおりまして、先ほど石川に収容所があったっていうお話がありましたので、どの辺にあったのかなっていうのがちょっと非常に興味を持ちまして、もしご存知でしたら教えていただけますでしょうか。私たちが収容された場所は今ローションがありますね。そして一回の古い風呂屋がありました。最後までの風呂屋が経営されたところが新雑川といって、石川では広い庭のお家でありました。その偶然のつながりかもしれませんけれども、そこの次男の嫁が
私のお父さんのいとこの長女にあたっています。そういう関係で私たちの部落の人たちがそこに収容生活できたということがあると思います。はい、そうですね、今のあたりとローションといっても、そうですか、トマト金に向かっての道路から右側はトマトの居酒屋じゃない、の歌を歌う場所ですよね。その道を隔てて金に向かって左側にローションが今あると思います。その後ろの方が新里川という屋号のところで私たちは避難生活を送っていたという状況であります。ありがとうございます。その他質問ございますでしょうか。はい、それでは真ん中の紺色のシャツの方にお願いいたします。大阪から移住してまいりました岩崎と申します。最初の方の質問にもですね、内地とそれから島沖縄でですね認識が違うんじゃないでしょうかという話があったと思うんですけど、いや本当に違うと思います。大阪の人間慰霊の日知りません、全く。いいとこ原爆投下日とか終戦記念日とかっていうところだと思うんですね。で学校で習うかっていうと沖縄が一番最初に、座間味とか読谷にアメリカ軍が上陸したっていうことも習いません、全く。これは同じ日本の国籍を持つ人間としてはやっぱりおかしいと思います。で質問はですね、こういう状況あながち間違ってないような気がするんですけど、やっぱりよろしくないと思うんですが、これからですね何をしていけばこの明らかなギャップ、全然知らない、外国の人より知らない可能性があると思います。私は大学に勤めてますけど、大学にいる外国人の方が日本の沖縄のことをよく知っているっていうことが、特にオイストの人の方がよく知ってるんじゃないかなと思うくらいです。じゃあ何をすればそのギャップ埋まっていくのかな。もちろん世代間で伝わらないっていうのも今伝えようとするお二人の方のお話聞いてすごくちょっともらい泣きしちゃったんですけど、そういうことも大事だと思うんですけど、同じ日本人なのに知らないっていうのに何が一番インパクトがあるかなっていうのを教えていただけたらと思います。私から一言だけ、もうなんかお気づきじゃないかなと思います。岩崎さんもたくさん聞いて知って調べて、で山内さんのような体験者の話も聞いて伝えることじゃないでしょうか。意識をどんどん増やしていくっていうのが今必要なことだと思いますと私は考えます。聞くことですかね。調べることってできると思います。でこの沖縄で経験した方、または今住んでる人たち、この人たちから直接聞くっていうのが一つかなと思います。この人たちの目線でっていうことですね。はい。年を取ると聴力機能が低下してみんなちょっと離れておると十分聞き取られない部分もありまして大変申し訳ありません。で今の質問についてお答えしたいと思いますけれども、沖縄の歴史は古いですよね。鹿児島にの侵攻があり、そして明治の
廃藩置県、そして大戦において多くの犠牲も伴うし、そして沖縄の習慣、島言葉、文化、芸能、そういう形が戦争によって滅ぼされたという沖縄の人々は心に強く響いております。そうすると今政府の運営している人々は戦争体験がない方々でありますよね。そと沖縄の人々の叫びは構造的差別偏見に基づいて沖縄を支配されてるんだという根強い県民の心の中に現在も持っていると思います。したがって今観光沖縄でありますから、本土の方々も沖縄に足を運んでいることが多いです。したがって沖縄に来た方々は沖縄の戦争で影響を受けたことを知ってほしいということですね。それと同時に日本が沖縄に、寄り添うということを何度も聞いております。そして永遠に総理大臣は他府県での慰霊塔に顔を出す機会はありませんね。沖縄に大臣含め総理大臣は沖縄に来て挨拶をしております。その挨拶が将来本当に真面目に、そして沖縄の人々が平等に平行に受け取れるような、そういう気持ちでお話しし、そして本土の方々がそういうふうな気持ちの持つ方向に私はなってほしいということを希望したいです。はい、それではこれをもちまして質疑応答の時間を終了とさせていただきます。ご登壇者の皆様より次世代に向けてメッセージを一人一言ずつ最後にお伺いいたします。それでは知花さんからお願いできますでしょうか。次の世代に向けてっていうことなんですけれども、私のミッションは前の世代が伝えてくれたことをつなげるっていうことだと思っています。私が前の世代から教わったのは、かかずの人が何十年もかけて教えてくれたのは、自分たちがした思いを他の人が絶対にしてはいけない、絶対に繰り返してはいけない、こんなに辛い思いをどんな人もしてはいけないっていうことです。なので、国の話とかなんか戦争の話なの出てきますけど、私が書かずで伝えられてきたことで次に伝えたいのは、どんな人もこんなに悲惨な体験をしてはいけないっていうことになります。それを次につなげていきたいです。はい、私ができることです。戦で失ったものはもう大きすぎますね。もう皆さんもご存知のように、人の命、土地、言葉、たくさん、もう取り戻せないものも多すぎます。だけどまず私にできるとしたら、
私は内縄口を勉強してきたので、まず言葉を取り戻すことで、言葉を通して沖縄戦を知って体験者の話を聞いて、今回のように伝えていけるんじゃないかなと思いました。それって多分皆さんもできることかなと思ってます。それで沖縄に起こった事実を見ていく、伝えていく、でさらにいろんな意味で沖縄の価値も高くしていきたいって思っています。はい、私の方は最後のまとめでもお話をしましたけれども、とにかく、自分事として我がこととして考えていく、自分は恩納村市編纂係という仕事で、本を出す仕事に就きましたけれども、でこのことを今度はもっともっといろんな方々に知って、伝えていく、そういったことが必要じゃないかなと思います。やっぱり聞いたことを出していく、でそれでどうやって平和を作っていくのか、そして二度と戦争を行わさないために何が必要なのかということ、そのことを毎日考えてますけれども、で大変恐縮なんですけども、こういった本が出ました「続沖縄戦を知る辞典」という本が出まして、この中に恩納村と西原町、私書かせていただきましたけども、恩納村の各地域の戦争がまとめられています。市町村市で、まとめられたものが出ていますので、ぜひ手に取ってまずやっぱり知って学ぶ、そして体験者のお話を聞けるところまで聞く、そのことをぜひやっていきたいですし、皆さんもお二人本当に今日はね大変素晴らしい話をしていただきましたし、山内さんにいただきましたけども、ぜひ捉えるチャレンジしていただきたいなと思います。以上です。今平和憲法は改悪の方向にあると私は信じています。日本の憲法は戦争放棄、戦力の不保持、公選権の否認という国の方向で国は政府の役割を果たすというふうに義務付けられています。戦争を体験していない人々が今政府を運営しているわけです。その先生方がやるべきことをやらない、そしてやるべきでないことをやっている。非常にこういうことが今社会問題となって、大変混乱している状況であります。ですから若い世代の方々は国の方向がどこに進んでいくのか、そして自分が求める平和の中では生命の危険を感じない、そして家族が平和に暮らせる世の中が平和だと思います。そういう平和を構築していく、そうして反対の方向に行くようだったら体を張って阻止ぐらいするぐらいの勇気をぜひ示してほしいということを希望いたします。で、時間の制約があって付属している部分は話すことができませんでしたけれども、そういう私の話を静かに貴重な時間を持って聞いてくださったことに対して、これが最後の私の話の機会だと思いますので、皆さんみんなで沖縄の平和、そして日本の平和を希求するような、できるような、実現するような世代の人々が勉強もしてほしいということであります。以上、どうもありがとうございました。
山内さん、瀬戸さん、松田さん、知花さん、本日はご登壇いただきまして誠にありがとうございました。それではお席へお戻りください。今回ご登壇いただきました4名からのメッセージ、私たちはしっかりと受け取って次の世代に、また私たちの周りの方々にお伝えすることができればと思っております。会場の皆様、第1部、第2部とご参加くださりありがとうございます。最後に沖縄県出身のアーティスト春菜さん、夏美さん、まゆさんによるライブパフォーマンスがございます。披露していただく曲はオリジナルソングの赤のつながり、そして沖縄の代表曲島唄の2曲を披露していただきます。赤のつながりは小さな子でも分かりやすいピースソングを目指して作られた曲で、戦争をしない意味の根源をシンプルに伝えたい、これから先明るい未来が待っていますようにという願いが込められている曲で、夏美さんにより作詞・作曲されました。2曲目のサトウキビ畑での男女の出会いと別れを歌詞にした島唄は、30年以上県内外の多くの方に親しまれている曲で、沖縄戦の不条理な死と沖縄への願いのメッセージも込められています。今回慰霊の日講演会のお話をアーティストの皆さんにお声掛けした際に心よくお引き受けくださいました。世界中から人が集まる恩納村にあるオイストという場所から、皆様と一緒に沖縄について、慰霊の日について、そして平和の在り方について考えられる機会になったのではないかと思っております。最後に音楽をぜひお楽しみください。強さだなんて呼ばないで、本当に怖いのは失うこと、悲しさに勝つことはできない。今僕らにできることは武器を持つことなん
ます。今日こんな貴重な場所で歌わせていただくことになりました。ボーカルの春菜と、ギター夏美と、キーボードのまゆさんで今日はお届けします。あとちょっと私も話を聞いてちょっと気分がこう波打ってしまってうるうるしてる状態で歌ってて、声もちょっとねちょっと震えてますけれども、なんかこう、次の世代へ、つないでいくっていう、私には何ができるかなって考えた時に、やっぱ歌うことでこう人々のなんか心に響くように何かできればなと私は思っているので、私ができることで何か伝えていけたらなと思います。次の曲は、沖縄の歌で「島唄」という曲になります。この曲を知ってる方は一緒に歌っていただけたらなと思います。今日は本当に呼んでいただきましてありがとうございます。デイゴの花が咲き、風を呼び嵐が来た。デイゴが咲き乱れ、風を呼び嵐が来た。繰り返す悲しみは島渡る波のごと、封じる森であなたと出会い、封じる
春菜さん、夏美さん、まゆさん、素晴らしいパフォーマンスありがとうございました。音楽は言葉や、国の壁を越えて私たちをつなげてくれるものだなと改めて実感しました。以上をもちまして沖縄慰霊の日講演会女村から世界へ、今私たちが未来に語り継ぎたいメッセージを終了いたします。ご使用されたイヤフォンは受付にて返却をお願いいたします。またこの後講堂ロビーにて交流会がございます。お茶菓子をご用意しておりますので、ぜひお立ち寄りください。本日はご参加いただき誠にありがとうございました。ご登壇者の皆様、アーティストの皆様にもう一度大きな拍手をよろしくお願いいたします。